皆さん、G のレコンギスタって知ってますか？元気あふれる爽快冒険活劇 G のレコンギスタ、ぜひ見てください。でもガンダムシリーズはたくさん作品があっていろいろ履修しないといけないんでしょ？大丈夫です。G レコはガンダムシリーズを冠していますが、作中にガンダムという単語が出てこないくらい既存の作品とのつながりが薄いので、ガンダムが見たことない人にもおすすめです。しかし G レコを視聴するにあたって一つ気になることがありますよね。G レコは分かりづらい。なぜ先日投稿された公式の解説動画でも、分かりづらかったテレビ版が劇場版で分かりやすくなりましたと言われるほどです。かくいう僕もテレビ版のリアタイ視聴時には G レコが難解すぎて途中で視聴を断念し、劇場版が公開されるにあたって見直したらめちゃくちゃ面白いとハマった人です。では G レコは分かりづらいと言われていますが、具体的にどこが分かりづらいかを説明している人が少なかったです。そこで G レコは分かりづらいと G レコは面白いという2つの気持ちが両方分かる僕が G レコはどこが分かりづらいかを具体的に解説していきたいと思います。G レコは分かりづらい理由は大きく分けて2つあります。1つ目はストーリーや世界観の解説をしないです。例えばリンカーン大統領の話題が出た時に、奴隷解放の父であるエイブラハム・リンカーン大統領だってと改めて説明されることはありません。このキャラクターの常識は当たり前に知ってるように話が進むというのは富野監督の作品によく見られますが、ではなぜ G レコだけ分かりづらいとやり玉に挙げられるのでしょうか。それは2つ目の分かりにくい理由との合わせ技があるからです。分かりづらい2つ目の理由はキャラクターが視聴者に嘘をつくです。これはどういうことかというと、この作品は心理描写が少ないため、キャラクターの表面上のアクションと内心の持っている本音にギャップがあっても気づきづらいのです。本当は落ち込んでるのに明るく振る舞ったり、本当は怖いのに虚勢を張ったりします。特にこの作品の主人公であるベルリは常に明るく他の人に接することが多いため、逆にその内心が読み取りづらくなっています。例えば、ベルリの知人が死んでしまった際にとても落ち込んだのですが、次の週のお話では元気に振る舞っており、一部の視聴者からは白状者だと言われています。しかし実際にはベルリの行動の節々にその知人の死が影響を及ぼしており、忘れるなんてとんでもない。めちゃくちゃ引きずってます。よく命のやりとりがある物語では、人の生き死にについて悩むキャラクターに、いつまでもくよくよするなとか、割り切れよ、出ないと死ぬぞとか言う人がいますが、ベルリは人の死に心を痛めつつも、目の前の出来事に非常に立ち向かえる、とっても強い子なんです。話を戻しますと、キャラクターが視聴者に嘘をつくのには、他にもパターンがあります。例えば、相手の話を聞かずにひたすら自分の主張を話すです。これは喧嘩のシーンに多く人間って怒ってると相手の話を聞かずにひたすら意見をぶつけますよね。いわゆる会話のドッジボール状態で会話が会話として成り立っていないのですが、視聴者は会話が成り立つものとしてお話を見ているので、成り立っていない会話を見て理解不能となってしまうのです。理解できなくて当たり前です。会話が成り立っていないんですから。また他にも本音を隠した建前だけの会話でどんどんお話を進んだりケースもあり、額面通り話を聞いているだけではキャラクターの真意に気づきづらいのです。これらのキャラクターが視聴者に嘘をつくは、ストーリーや世界観の解説をしないと組み合わさると巨悪になります。ストーリーがよくわからないからキャラ萌え中心で見よっかと主張しようとしても、キャラクターが自分の感情を素直に画面上に出さないものですから、なかなか感情移入がしにくく、結果的にストーリーもキャラクターもよくわからない、G レコってわかりづらいとなってしまうのです。ではなんで富野監督が G レコをこんなわかりづらい構成にしてしまったのでしょうか。作劇法を忘れてしまったのでしょうか。いえいえ、G レコに用いられるこれらの表現には大きく分けて2つのメリットがあるのです。1つ目のメリットは視聴者がキャラクターと同じ空気を吸えることです。物語というのは大抵主人公があり、その主人公から見た出来事の連続を視聴者はストーリーとして見ます。しかし G レコはなるべく主観的ではなく客観的に描かれています。その結果、視聴者は物語を眺めているのではなく、実際にその場所にいるように味わえるのです。お互いの話を聞かない、会話のドッジボールの喧嘩を見ると、少しはクールダウンしなさいよとか、わめくなら別の部屋でやってくれと感じるでしょうし、手前だけはいいことを言ってるお偉いさんの話を聞いて、キャラクターと一緒にうんざりしたり、敵が攻めてきたと知れば一緒にドタバタと配置につきます。そして未知なる世界をキャラクターと共に探検することができるのです。2つ目のメリットは感情に余白を持たせるです。
キャラクターの気持ちを分かるには、そのキャラクター本人に気持ちを語らせることが一番分かりやすいです。しかし、あえて主観的な感想を述べさせるのではなく、客観的な接し方を見せることで、本人にも気づかない、もしくは一言でまとめづらい複雑な感情をキャラクター間で持たせることができるのです。例えば、主人公のベルリのアイーダに対する感情は、一目で恋に落ちてしまった好きという気持ちと、そんなアイーダの恋人を殺してしまった罪悪感。また、敬虔なスコード教の信徒であるベルリは、タブー破りも辞さないアイーダの態度を咎める気持ちもあり、ベルリ本人にも簡単に説明できない複雑な感情を抱いています。対して、アイーダがベルリに対する感情は、恋人を殺した憎むべき仇でありながら、自分たちを何度も助けてくれた感謝すべき相手という、最も相反する気持ちが入り混じっています。客観的に描写を徹底することで、これらのようにキャラクター同士が相関図では簡単に表せられない複雑な感情を持つことができるんです。ここまで G レコの分かりづらさについて語ってきましたが、劇場版ではどのように分かりやすくなったのでしょうか。まず、ストーリーや世界観の難解さについてですが、これは単純に視聴者が2回目の視聴だから分かりやすく感じたのだと思います。リアタイ視聴時には過去にこういうことがあった、これからこういう事件が起こるといったことを手探りで見ていたものが、ある程度ストーリーの流れを知った上で見るのでは分かりやすさが断然違います。そしてキャラクターの感情の分かりにくさですが、劇場版ではキャラクターの感情を示すシーンが追加されていたりと、これは明白に良くなったと思います。では劇場版なら G レコ初見の人にもおすすめできるのでしょうか。ちょっと厳しいかもしれません。というのも、劇場版で改善されたとはいえ、G レコは情報の大波に乗ってガンガン進んでいくことが醍醐味だと思います。サーフィンを始めたての人にいきなり数メートルもある大波にチャレンジさせるのは少々酷だと思います。では僕が初見の方におすすめする G レコの視聴方法はネタバレを見るです。先ほど言ったようにテレビ版を見た人は大体のストーリーを知っているからこそ劇場版の話にもスムーズに入っていけて分かりやすいと感じたのです。でもご安心ください。僕も普通はネタバレ厳禁派ですので、ネタバレを見たくない人の気持ちもよくわかります。そこでこの後の詩は世界観に関する設定と G レコのざっくりとした全体のストーリーと完全に分けて話すので、ネタバレは見たくないという方は設定のお話だけを見てブラウザバックをしてもらえれば大丈夫です。遠い遠い未来、人類は最終戦争クラスの戦いで本当にボロボロになってしまいました。どのぐらいボロボロになったかというと、人類が人類を食料として食べるカニバリズムを行わなければならないほど人類は危機に陥りました。食料とされる人々、クンタラを生み出してまで生き残った人類は、もう来すぎた技術は人類が持つには危険だとようやく学んだのです。ただ単に超兵器を禁止する条約を作るのではなく、人類一人一人が意識するようにスコード教という宗教の形で技術開発はやめましょう。でないと技術競争、そして戦争につながり、人が人を食べる時代に戻ってしまいますよと教えを説くようになったのです。スコード教には代表的なタブーが2つあり、1つは先ほど述べたように新しい技術開発の禁止で、もう1つがエネルギー生産の禁止です。エネルギーを作ることを禁止したらシャワーのお湯も出ない、石器時代に逆戻りじゃないかとなるところですが、問題ありません。スコード教の総本山はキャピタルタワーと呼ばれる軌道エレベーターに置かれており、キャピタルタワーは宇宙から地上にフォトンバッテリーと呼ばれる高性能電池を輸送しています。現在の人類のエネルギーは全てこのキャピタルタワーが運んでくるフォトンバッテリーが世界中に配給されることで、お風呂のお湯から巨大なモビルスーツまで地球上全てのエネルギーを担っているのです。スコード教はフォトンバッテリーを宇宙からの授かり物として全世界に配ることで、精神面だけでなく生活面からも強い支持を得られているのです。さて、時はリギルドセンチュリー1014年。喉元過ぎれば暑さを忘れる。アメリカ大陸に存在するアメリアという国とヨーロッパに存在するゴンドワンという国が大陸間戦争をし始めました。しかしこの戦争はアメリアにとっては面白くないものでした。何しろ戦争相手であるゴンドワンは世界のエネルギー供給源であるキャピタルと裏で取引をしているらしいのです。こちらは配給されたフォトンバッテリーでエネルギーをやりくりしているのに、戦争相手はエネルギー資源の供給元と仲良くやっていては勝てる戦も勝てません。かといって戦争につぎ込むエネルギーを生産しようとしても、スコード教のタブーによってソーラーパネル1枚置くことも許されません。そこでアメリアはメガファウナを中心とした海賊部隊を結成。そしてその海賊部隊でキャピタルタワーを襲撃し、フォトンバッテリーを強奪する活動をし始めたのです。キャピタルタワーから抗議声明をアメリアに送られても、海賊部隊はアメリアとは無関係の宇宙海賊、地
知らぬ存ぜぬでしらばっくれてしまうのです。そんな中、キャピタルタワーの新しい職員となったベルリズナムは襲撃に来た海賊部隊を返り討ちにし、捕虜として女海賊を捕らえます。ベルリはコックピットから降りてきた女海賊、アイダ・レイ・ハントンに一目惚れをして物語は動き始めます。さて、ここからは G のレコンギスタのざっくりとした全体のお話をしますので、ネタバレが嫌な方はここでブラウザバックをしてください。大丈夫ですね。G レコンの全体的なお話としては、アイダのお話がすっきりとしているので、今回はアイダから見る G レコを簡単にまとめます。アイダは地球上のエネルギー資源を独占して、他国の自由なエネルギー生産に制限をかけているキャピタルタワーが、世界を牛耳る黒幕だと断じて、直接キャピタルタワーに赴きます。しかしキャピタルタワーは月にあるトワサンガという場所からフォトンバッテリーを受け取っているだけということを知り、今度はそのトワサンガへと向かいます。月へ行き、トワサンガの人々に問い詰めるアイダですが、トワサンガもフォトンバッテリー輸送網の中間業者であり、バッテリーの生産地は金星のヴィーナスグローブということを知ります。そこでアイダたちは金星まで飛び、ついにフォトンバッテリーの生産地であるヴィーナスグローブへと到着します。あなたたちがこの世界を牛耳る黒幕なんでしょうと蓋を開けてみれば、金星の人たちは地球圏のエネルギー資源を独占する悪の組織ではなく、ただの普通の人々でした。むしろ金星の人たちは、ピシビ・ムタチオンという体の突然変異に怯えながらフォトンバッテリーを作っているのに、ただただ安穏とフォトンバッテリーを受け取っている地球人こそ特権階級のように映りました。アイーダはそこで地球の人々がいかに恵まれているかを気づかされます。外壁が壊れてしまうと、生物が生きていくことのできない宇宙空間に放り出されてしまう宇宙コロニーに比べ、地球の大地は優しく守ってくれる生命のゆりかごでした。これまで出会った月のトサンガの人や金星のヴィーナスグローブの人たちは、科学技術は地球人より格段に進んでいましたが、地球に住んでいないからこそ地球のありがたみ、地球の重さをよく分かっており、みんな地球に住むことに憧れていました。地球の大切さを理解したアイーダたちが地球に帰還すると、そこで地球のありがたさを分かっていない大人たちが戦争に明け暮れていました。アイーダたちは地球という財産の重さを分かっていない人々を止めるべく、この戦争を終結させようと動くのでした。といったところが G のレコンギスタの大まかなお話の流れです。もちろん、これは作品の根底に流れるテーマに触れただけですので、詳細はぜひご自身の目で確かめてください。YouTube の公式チャンネルであるガンダムチャンネルにて、劇場版 G のレコンギスタが7月10日土曜日と7月17日土曜日にプレミア公開されます。さらには現在大ヒット上映中である先行のハサウェイを劇場に見に行くと、来場者特典として劇場版 G のレコンギスタを視聴できるシリアルコードが受け取れます。見てみなければわからない。ご視聴ありがとうございました。